不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。私ゆりにとってニュージーランドとオーストラリアは第二の故郷に近い深い関係の国ですが、今回はそのオーストラリア・シドニーに在住の音楽業界で働いているオーストラリア人の方から伺ったお話になります。その方を仮にブライアンさんとしておきます。今から10年近く前のこと、当時50代後半のブライアンにはアリスという航空会社の乗務員をしている女友達がいました。ブライアンとは20歳近く年が離れていたので、アリスもブライアンを父親か兄のように慕っていたそうです。そのアリスという女性は30代後半で、今は廃業しているアンセット航空の国際線の客室乗務員でした。アリスがフライトから戻ると時々連絡があり、仕事中の出来事とかプライベートな話などをしていたそうです。そんなある日、久しぶりにブライアンはアリスとランチをとりながらお互いの近況を話し合っていました。するとアリスは最近業務中、つまりフライト中に乗客の男性と仲良くなり付き合うことになったということでした。その男性はオランダ人で、同じシドニー便に2回偶然乗り合わせたことがきっかけでアリスと仲良くなりました。ブライアンはそれは良かったとは思いましたが、その人はシドニーに住んでるの？と聞きました。するとアリスは、彼は今もオランダに住んでいて、私がオランダ便の時には必ず向こうで会ってるし、彼の方がしょっちゅうシドニーに来てくれてるの、ということでした。さて、ブライアンはアリスから少しその男性の詳しい話を聞いたそうです。その男性の名前はここでは X 氏としておきます。その X 氏は40代前半で、オランダでは映画業界の人で、主に映画監督をしているということでした。本国ではどうやらそこそこ成功している監督のようで、羽振りもよく知的な紳士でもありました。さて、その後アリスはそのオランダ人男性 X 氏と親密な関係が続いていったそうです。ブライアンにも X 氏との関係に進展があるたびに彼女から報告がありました。確かにアリスから聞くその X 氏の人物像は極めて誠実で、何も問題がない印象を受けました。そしてある日、アリスからブライアンに電話でとても興奮した様子で、彼から結婚を申し込まれたのと伝えてきました。ブライアンもおめでとうと祝福したのですが、ふと何かがおかしく感じたそうです。アリスが X 氏と出会ってからおそらく8ヶ月ぐらいしか経っていない感じでしたし、ブライアンは一度も X 氏に会ったことがありませんでした。しょっちゅうシドニーに X 氏は来ているようでしたが、アリスからは近況を伝えてくるだけで、彼女から実際に X 氏を同じエンタメ業界のブライアンに紹介することが一回もありませんでした。彼女の性格からしたら、彼氏ができたら真っ先に紹介するはずで、今まで過去の彼氏はみんな知り合うとすぐにブライアンに紹介していました。またその X 氏はこのシドニーに何をしにそんなしょっちゅう来ているのかも、それもはっきりせず、ブライアンには少し不可解でした。ただ余計なことを言うとアリスの気持ちに水を差してしまうので、ブライアンは黙っていたそうです。そんなわけでアリスは、彼からオランダに来てくれって言われてるのと嬉しそうに話していました。結婚式とかはオランダでするようで、向こうで2人は新婚生活を始めるということのようでした。ブライアンには少し話がトントン拍子に聞こえたので、大丈夫かな、すぐ別れて戻ってくるなんてことにならないといいが、と思っていました。気になったブライアンは実際にアリスとカフェで会ったのですが、とても幸せそうな彼女を見て、なぜか逆に胸騒ぎがしたそうです。
内心、いや違う、単に関係が崩れるとかそんな予感ではない。何かすごく良くないことが彼女に起きそうな気がする。そう強く感じました。でもブライアンの胸騒ぎには何の根拠もなく何も言えませんでした。そしてその別れ際に「それじゃあまた連絡するね」と言ってカフェを出ていくアリスを見て、ブライアンは一瞬ぎょっとしたそうです。アリスの去っていくその後ろ姿に重なるように黒い影のようなものが見えたのです。驚いたブライアンは、これはアリスがオランダに立つ前に絶対に一度 X 氏に会ってみるべきだと確信しました。ところがその機会を模索している最中に、アリスは突然 X 氏から2人で住むところを一緒に探したいからオランダにすぐ来てほしいと言われて、アリスは急遽長期休暇を取って一人でオランダに向かってしまいました。それから数ヶ月が経過しました。アリスはブライアンに落ち着いたら連絡すると言っていたのですが、その後彼女から全く連絡がありませんでした。あの黒い影は見間違いで考えすぎだと思いつつも、胸騒ぎが続くブライアンは彼女に SNS やメールで連絡をしたそうです。でもその返信もなく、結局音信不通になってしまいました。そしてあっという間に1年が忙しく過ぎ、その間もブライアンはアリスとの共通の友達に彼女の近況を知らないか聞いていたそうです。分かったことは、アリスはいつの間にか航空会社を退職していたことだけで、誰一人消息を知らず、オランダのどこの町に住んでいるのかさえも分かりませんでした。ついにブライアンもアリスの居所を知るのを諦めかけた頃だったそうです。突然アリス本人からブライアンに電話がありました。ブライアンは驚き、どうしてたの？今どこからかけてるの？と慌てて尋ねました。するとアリスは、今シドニーに戻ってると小声で弱々しく答えました。そこでそれ以上の話は聞かずに、すぐアリスのいる彼女の妹の家に駆けつけたそうです。そして久しぶりにアリスに会って、ブライアンは驚愕しました。あんなにチャーミングだった彼女がげっそり痩せ細り、顔は青ざめ、まるでゾンビのように生気がありませんでした。そしておどおどとしたような仕草で、心なしか震えているようにも見えました。しばらく時間はかかりましたが、ブライアンはやっとアリスからオランダに行って何があったのかかいつまんで聞くことができたそうです。そして信じられないほど恐ろしい事実を知りました。ブライアンは言葉を失い、全身が凍りついてしまったということでした。最初アリスがオランダに着くと、X 氏がいつもと変わらず優しく出迎え、彼氏のアパートメントに連れて行かれたそうです。数日二人きりで楽しく過ごすと、それから少しずつその X 氏の正体が分かっていったようでした。ここからは深刻な内容になり、ブライアンですら詳しく知ることができなかった部分ですので、結論からお話しします。その X 氏は映画監督と名乗っていましたが、それはスナッフフィルムの制作者だったのです。スナッフフィルムのスナッフとは、命の灯火を消すという意味で、それは人が実際にされる様子を本物として撮影したとされる映像作品のことを指します。つまりその X 氏は実際に行為を映像に記録し、闇市場で売っていたのです。確かにスナップ映像は都市伝説や単に噂、フェイク映像と言われることが多く、商業用に闇で流通している証拠は確認されていないとされています。
でもこのアリスの証言では間違いなく本当に人を殺害して映像に残すことを生業にしている人がいるということになってしまいます。そしてアリスはその X 氏とその一味に監禁され、スナッフ映像制作に巻き込まれていき、何人もの人が目の前で残虐に出ていくシーンを見させられていたようです。どうやって X 氏から逃げてシドニーに戻ってこれたのかは分かりませんが、いくつかの幸運が重なり、命からがら逃げ出せたとは聞いています。そしてアリスはどういう形でそのスナッフ映像に関わったのか、単に制作や流通側なのか、演者だったのか。もし演者だとしたら、アリスは生きていますから、あわやかかっていたか、最悪人を犯す側だったということになります。ただもうアリスは精神的にボロボロで、ブライアンもそれ以上確信に触れることはできなかったそうです。そして彼女が元に戻るにはだいぶ時間が必要だと思い、あえて連絡を取らずにそっとしておいたということでした。それからだいぶ経ち、1年近く経ったある日のことでした。突然真夜中にブライアンの携帯が鳴り、驚いて誰だろうとスマホの画面を覗くと、アリス本人の携帯からでした。ブライアンはこんな時間帯でしたから嫌な予感がしてすぐ出たそうです。アリスと聞くと何の返答もなく無言でした。もし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 アリスと何回か聞きましたが、何も答えずシーンとしていたのですが、かすかに向こうから犬のワンワンという吠える遠くの音が聞こえてきたそうです。ですから間違いなく屋外からアリス本人か誰かがアリスの携帯からかけてきていたということでした。そしてしばらくブライアンは待ち、再び「アリス、こんな時間にどうしたの？何でも話してくれていいよ」と言うと、向こうからプツッと通話を切る音がしました。その瞬間ブライアンには言葉で表せないくらいのあの胸騒ぎが再びしたそうです。そして次の日の朝にブライアンはアリスの妹に連絡しました。するとアリスの妹は言葉を詰まらせ、姉のアリスは2日前に自ら命を絶ちました。そう伝えてきたそうです。ブライアンは2日前と知らされてもすぐには頭に内容が入らなかったそうです。妹は葬儀などの連絡をしようとしていたそうで、話によるとアリスはブライアンと最後に会った後に精神がひどく衰弱し、精神科の病院にずっと入院していたということでした。そして数週間前に退院してきたばかりでしたが、突然魔が差したように首をつって亡くなってしまったそうです。ブライアンは昨夜、つまり日付は今日の未明ですが、アリスの携帯から自分に電話がかかってきたことを言うと、そんなわけがないと妹がすぐアリスの携帯を確認しました。するとアリスが2日前に亡くなってからは当然ですが、アリスの携帯の発信履歴は全くなく、誰かが彼女の携帯を使ってブライアンに発信したわけでもありませんでした。霊の世界を信じない人たちには不謹慎だと取られてしまうので、ブライアンは自分の勘違いだということにしたそうです。そしてもっと自分の勘を信じるべきだったと後悔していると最後に言っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。